はい、皆さん、ホビーミルキーです。本日のジャンク品はこちら、ドスン。グラフィックボードですね。あれ珍しいなって思われた方。私、グラフィックボードね、ほとんど修理したことないんですよね。っていうのは知識がないからなんですけども、今回はネットの情報だけでね、修理をしていきたいなと思っているので、知ってる風を装ってね、修理していきます。パリットのね GTX960 っていうやつですね。ジェットストリーム風、これがジャンク品で転がってたので入手してきました。でまず起動チェックする前にね、基本的な電源のショートだけはチェックしておきたいなと思います。はい、ではまず 12V 電源、左から3つ目ですね。ショートしてないですね。あとはじゃあ 3.3V、ここも特にショートはしてなさそうですね。12V も大丈夫です。で、あと補助電源。大丈夫ですね。ショートしてなさそうです。これ 5V。大丈夫そうですね。はい。はい。では電源つないだんで、スイッチ入れてみましょう。スイッチオン。画面出力はなさそうですね。こちらファンすら回ってないですね。ということでやっぱりジャンク品ということになります。それでは故障箇所ね、見つけていきたいと思います。はい、ではまず分解していきます。まだ未開封でしたね、これ。CPU グリスもね、カラッカラですね。はい、ではまず外観上ね、なんか変なところないか見ていきたいと思います。補助電源周りから。これ PXVDD 生成してるところかな。で、コアがありまして、大丈夫そうですね。反対側。特に今のところパッと見は変なところはなさそうですけどもね。はい、では電源測定していきます。補助電源が 22V 来ていて、コア電圧出てませんね。メモリは出てないな。5V も出てない。何が起きてんだろう。一回電源を落としてちょっとショートしてる箇所がないか確認していきましょうか。11オームか。あれ高くね。こんなもんなのかな。メモリはねこんぐらいだと思うんですよね。ヒューズのところ、大丈夫だね。あれ11オーム、あれここもしかしてヒューズ切れてる？切れてんね。切れてますね。完璧切れてますね、ヒューズがね。ということはここ周辺だな。ちょっとこのヒートシンク取ってみましょうか。サーマルパッドもカチカチですね。もうこれダメだな。これは張り替えだな。このヒューズはどこに行ってるんだ？このモスフェットに来ているのか。ここら辺のモスフェットに来ているから、多分ここら辺が行ってんじゃないかなと思うんですけども、わからないよなこれ。
じゃあちょっとここに電圧かけてどっか発熱する箇所ないか確認してみましょうか。こっちの反対側見たいので、ここにリード線つなげていきたいと思います。はい、電源入れてみましょう。3ボルトぐらいかな、今。2.2 ボルトの 2.8 アンペア。ここ発熱してますね。このモスフェット。これがどうも発熱してそうですね。ただ、そんなに高くないんですよね。23度、22.9 度。そこまで温度は高くないけども、発熱してますね。ちょっと気になるのは、このコアがね、すごい発熱してるんですよね。すごい発熱、30度ぐらい発熱しちゃってるんで、このコアがいってたらもうおしまいなんですけどもね。まずはこのモスフェット交換してみて治るかどうかですね、やってみたいと思います。4C10 RCBA5 ですかね。こいつを外してショートが収まるかっていうのを確認しましょう。収まらなかったらね、もうコアの方がいっちゃってると思うんですよね。なのでまず1ピンですね。1ピン 11.5 11.8？ 12オームぐらいで、ゲートですね、22オームぐらいですかね。はい。で、グラウンド 11.5 とかそんなもんですかね。取ってどう変化するのかを見ていきます。はい、外していくんですけども、コンデンサーが近くにあるので、コンデンサーをちょっと保護します。フラックスちょっと置きます。ではヒートガンで炙っていきます。はい、410度。なるべくあれかな、コンデンサーに当てないように。はい、取れました。はい、では測定してみましょう。1ピンが 7.1、 ちょっと下がりましたね。 6.9 で、ゲート 16.17、 ショート収まりましたね。 16.2 キロオームですね。で、ドレインが0.966、ショート収まりましたね。やっぱりこれが原因だったような感じですかね。ではここきれいにしていきます。熱量足んないな。はい、フラックス置きます。新しいモスフェットです。温めていきます。
はい、いいですかね。はい、IPA で洗浄していきます。はい、ここのヒューズもね切れているんで交換していきます。これはハンダゴテで取れるかな。はい、取れた。じゃあ片方にねハンダを置いておきます。新しいヒューズですね。はい、綺麗になりました。はい、ではショート収まったか確認していきます。まずソースですね。ソースは 7.9 オーム、ゲート 16.79 キロオームですね。はい。で、ドレイン962キロオーム、962オームですね。はい。大丈夫みたいですね。あとは一応12ボルト電源のところも見てみましょうか。970オーム、そんぐらいですね。3.3 ボルト、1.5 キロオームですね。補助電源の方は 2.49 キロオームということで、ショートしていませんね。大丈夫そうです。はい、では電圧確認していきます。燃えませんようにスイッチオン。大丈夫そうだね。さっさと測っていきましょう。 0.9 ボルト出ましたね。はい。 NVVDD 大丈夫。FVVDD メモリの方も大丈夫ですね。 1.5 ボルト、あと5ボルト出てるよね。だからね、はい、5ボルト出てますね。ということで、まあ全部出ていますという状態ですね。では実際にパソコンに組み込んで動作チェックやっていきたいと思います。はい、CPU グリスね、カピカピなので掃除して新しいものをつけていこうと思います。はい、塗るのはクロックワークティーパーティーのエクストリームグリス。あとヒートシンクのこのサーマルパッドもボロボロ、まあもうほとんどカピカピになっちゃってるんで交換します。はい、新しいサーマルパッドですね。はい、ではパソコンの電源入れていきたいと思います。ファン回りましたね。これはいけたんじゃないかな。あれ、なんで出力されないんだろう。あれ止まっちゃった。どういうこと？もう一回スイッチオン。普通に立ち上がりましたね。
なんだろう、接触不良かな。ちゃんと奥まで挿してなかった感じがしたんで、はい。ちゃんと起動できましたね。この縦筋はね、このモニター壊れてるんで直せよっていう話なんだけど、まあ後で直そうかなとずーっと思ってるんですけどね、ずーっと直してない。ちょっとドラゴンクエストベンチやってみましょうか。グラフィック設定は標準品質、解像度は 1920×1080 フル HD ですね。はい、無事完走しましたね。13208ということですごく快適ということで問題なさそうです。まあメモリとかのエラーじゃなくてね、MOSFET が壊れたっていうところなんで、まあ大丈夫かなと、これで当分使えるんじゃないかなと思います。はい、このチャンネルはね、DIY とかジャンク修理、そういうのをメインに動画にしています。もし面白いよって思われたら、グッドボタン、それとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは本日は